皆さんこんにちは。以前日立のドラム型洗濯機の給水弁が故障したので、給水弁を自分で交換したのですが、なんと2年でまた同じ症状が出てきました。またその時、中にホコリがびっしりと詰まっていたのですが、大量のホコリに圧倒され、全部取り切ることなく次回に後回しにしていました。今回2回目の給水弁交換に合わせ、残っていたホコリをできるだけ取っていこうと思います。本動画で紹介している作業は感電、火災、その他の危険を伴う場合がありますので、同作業をされる場合は十分ご注意の上、自己責任にてお願いいたします。今回の症状は次の通り。このうち1番は前回と同じ症状なので給水弁の不調と思われます。2番はしばらくの間排水管の汚れだと思って排水管の洗浄剤をしつこく使って汚れを除去していたのですが、改善しなかったため、乾燥後の風水を供給するための給水弁が動かないためだと推定しました。3番目は乾燥するための空気の循環ラインのどこかにゴミが引っかかり、乾燥フィルターまでゴミが到達していないと推定しました。4番目はおそらく乾燥空気の循環ラインに詰まりがあり、5番目はなぜだか分かりませんでしたが、おそらく3番目と関連がありそうです。では分解していきたいと思いますが、今回は本体の裏側を開けようと思います。そのため本体を下の防水フロアから出して作業スペースを作ります。本体は重すぎるのでそのまま持ち上げるのは私には無理でした。左右に傾けることはできたので、少しずつずらしながら動かしていきます。この向きでいいでしょう。防水フロアは10面くらいの汚れが溜まっていて、ここの掃除が一番時間がかかりました。本体の分解に入ります。前回は前側のパネルも全て外しましたが、電磁弁の交換だけなら後頭部側だけでもアクセスできそうです。前回と違って中は綿ぼこりがたくさん溜まってました。これの原因は後ほど判明しますが、まずは掃除機でなるべくきれいにしていきます。これが電磁弁で5つの電磁弁で構成されています。動作を確認したわけではないのですが、上の2つはどっちがどれだか分かりませんが、おそらく洗剤用と柔軟剤用だと思います。中段の2つは乾燥空気ラインのほこりを除去するための洗浄水用だと思います。そして画面に見えてませんが、一番下の1つは乾燥完了後に排水系統の風水弁に風水を送るためのものだと推定します。今回の不具合の状況から上の2つのうちのどちらか1つと一番下の1つは間違いなく動作不良となっていると思われます。電磁弁を1つずつ交換できればもっと安く修理できるのですが、この部品はアッセンブリーとなっているので、まとめて交換しなくてはならないのが残念です。コネクタを外す前に組み立て時に間違えないように目印をつけておきます。前回ペンで書いたものが残ってたので、そのまま活用します。コネクタを外したら、あとはどうにかして配管を外して引っこ抜くのですが、分解の仕方が正規の手順ではないためなのか、かなり厳しい状況です。それでもなんとか外すことができました。無理なく作業したい方は前面パネルも全て外した方が良いでしょう。交換部品を開封します。今回も前回と同様、
家電の救急車さんから購入しました。古い方の電磁弁に部品が残っている場合があるので忘れずに移植しておきます。あとは分解と逆の手順ではめていくだけです。分解時と同様、はめにくいので注意しながら組み立てていきます。画面下側の白いパーツに電磁弁を押し込むのが一番の課題です。交換完了です。次は乾燥系統に溜まったホコリを取り除いていきます。前回分解した際に水分を吸って硬くなったホコリが大量に見つかり、ある程度取り除いたのですが、繊維喪失して中途半端な状態で復旧させました。今回は取れるだけ取っていきたいと思います。これはひどい状況だな。前回の掃除から2年ちょっとしか経ってませんが、想像をはるかに超える量のホコリが詰まってました。しかもなんか蓋のようなものが開きっぱなしになってます。奥の方は暗くてよく分かりませんが、ふん詰まりというほどではないものの、そこそこホコリが溜まっているようです。正直2年でここまでひどくなるとは思ってませんでしたが、とにかくきれいにしていくほかありません。相当時間をかけてここまできれいになりました。このオレンジ色の蓋のようなもの、どうもフィルターが詰まった際の安全弁みたいな動作をするものと推定してます。最初に分解した際、やけにホコリが内部に詰まっていると思いましたが、どうもここが開いてカフカにならないようにしているようです。この辺の部品もきれいにはなりましたが、ゴムパッキンの劣化も進んでいるのが分かりました。そろそろ限界でしょうか。上の方のホコリはきれいになりましたが、今回はもう少し粘って下側も攻めてみたいと思います。本体裏側は下の外装が外せそうなのでチャレンジしてみます。白い部分が乾燥系統のダクトです。この黒い部分がドラム室とつながっている部分、ここは短いドライバーがないと外しにくい場所なので、今回は外さないでおきます。こちら側にもダクトがあり、排水系統につながっているようです。こっちも分解は難しそうです。ということで、下側の分解は難しそうなので、上から何とかしてホコリを取り除くことにします。そこで今回使うのが、このピックアップツール。先端が爪になっているやつですね。私が持っているのはちょっと短かったのですが、長いに越したことはありません。ホコリは水分を吸って和紙のように固まっているので、引っ張って取るというより端っこを掴んでねじっていくようにすると取りやすかったです。相当な量がいっぺんに取れました。ここまで取れるとある意味快感ですらあります。今回取れたホコリは拳よりも大きな量でした。2年でこれは普通なんでしょうか、よくわかりません。この洗濯機は自動掃洗浄機能もあるので使ってましたが、やっぱり何らかの不具合があって洗浄機能がうまくいかなかったのかなと思いたいです。組み立てていきます。試運転します。まずは柔軟剤がきちんと投入されるか試験します。すすぎを1回実施。泡立っているので
柔軟剤がきちんと投入されていると思います。トレイにも残っていません。大丈夫みたいです。次に相関層を実施し、終了後の風水が供給されるか確認します。風水弁に水が溜まっているので大丈夫そうですね。ということで完了しました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もご覧いただけますと幸いです。